こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のポジネガファンダー、チャートなどをまとめてみていきたいと思います。年末のせいか、各所でも来年の見解が出てまして、やっぱり ETF に着目しているところが多いですね。現在申請されているアルト ETF、ソラナ、XRP など、どれが一番最初に承認されるのかとか、あとはブラックロックの IBIT のオプション取引が開始されてから、順調に取引量も増えていることから、今後もオプション取引承認での盛り上がりに期待できるとか、あとは今年は盛り上がりに欠けた香港の ETF も規制緩和からですね、来年には需要が生まれるんじゃないかという見解も出てまして、悲観的な意見がほぼない状態になってます。こういった期待を見ても、来年も ETF 中心の年になるんじゃないかなと思いますね。バブル参加者はいつ撤退するのか、それぞれ考えてると思いますけども、私もこの ETF の動向次第になるんじゃないかなと思います。あと昨日の米国の ETF のフローは現時点では全体でマイナス 1.49 億ドルの純流出となっています。またブラックロックもマイナス 1.9 億ドルの流出があるという情報が流れたんで、合計でマイナス 3.4 億ドルほどの流出となっています。あとここ数日の流出は選挙以来最大の流出というのも話題になっています。でブラックロックの IBIT も正しい数字であれば過去最高の流出額となってますね。ETF 全体ではこれで4日連続の流出となっています。一方イーサは現時点では若干のプラスとなっています。こちらはブラックロックもプラス 0.4 億ドルほどの流入とのことなんで、全体でもプラスですね。ビットコインと対照的な動きになってきました。香港はビットコインがマイナス 34.93BTC と若干の流出となっています。ビットコインの価格は現在9万8000ドルあたりを推移しております。発表された指標の方では米リッチモンド連休製造業指数などがありました。他では米市場閉場前に米金利が急落してまして、これ要因としてはですね、ここ最近 FOMC の 0.25% の利下げからパウエル議長の高発言が話題になって米ドル米金利が上がってたんですけども、それが過剰に反応しすぎているという見解もありまして、それが一旦調整になったんじゃないかと見られています。でこれに応じて米株各指数は続伸となってまして、ビットコインも反発、一時99,400ドルをつけてます。個別株の方ではマイクロストラテジーが株式増資の提案を出しています。クラス A 普通株を3億3000万株から103億3000万株に、優先株を500万株から10億500万株に増やす提案となっています。これもビットコイン買い増しのための提案とされてますね。この提案に投票する臨時株主総会はまだ未定のようです。マイクロストラテジーの株価はビットコインに沿って反発した状態で平常となっています。あとデリバティブの方ではデリビットの12月27日満期のオプションが145億ドル相当となってまして、全体の 44% を占めていることから過去最高を更新したのが注目されています。この期日前後のボラが警戒されてますね。ビットコインの先物の方では OI は全体でプラス 0.36%、額としては601億ドル相当、比率として全体ではショートが 54.2%、バイナスミはロングが 52.0% と下寄りになっています。今後の指標としては本日12月25日が米市場が休場となってまして、そして明日12月26日がトルコの中銀政策金利、米新規失業保険申請件数、12月27日に日本の雇用統計、米卸売在庫11月の速報値などが控えております。他各所の見解ではですね、ビットコインの価格が不安定になっていることからまたアルトフェーズに突入する可能性があるというですね、 QCP キャピタルの見解が注目されています。そしてオンレンチャン企画ですね。昨日の私の予想では、米株が現状維持もしくは続伸なら前日にビットコインが単独で下がった分戻しそうだけども、米株がクリスマス前の調整で下がる可能性があると。そうなると、ビットコインもそれにつられて続落するんで、今回は下にかけるということで、12月25日 AM3 時時点のビットコインは昨日の 94,404 ドルよりも下という予想でした。結果としては米市場開場後ですね、米株各指数続伸となりまして、ビットコインも反発、そして判定時刻の12月25日 AM3 時時点のビットコインは 97,298 ドルということで、昨日の 94,404 ドルよりも上なんで外れです。はい、2連敗。はい、続いて本日は米市場お休みなんで、次の米市場平常日12月27日 AM6 時時点の予想ですね。年末前の週末、そしてまた10万ドルの公募、どこで調整が始まるかですけども、最後の最後ギリギリまで持ち上げてきそうなんで上にしておきます。なので12月27日 AM6 時点のビットコインは現在の 98,012 ドルよりも上、これでいきたいと思います。指標としては本日の上田日銀総裁の会見が警戒されています。動画公開時には発表されていると思いますけども、
その時間帯にどのように動くのか注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在3470ドル、BTC 建ては 0.0354 と。先物の方では OI は全体でプラス 2.9%、額としては231億ドル相当。比率としては全体ではショートが 53.8%、バイナンスミはロングが 77.8% と下寄りになっています。ビットコインと比べて ETF も流入で OI も増加、上への要素がありますけども、価格には影響してない状態です。年末の調整があるとするなら3000ドルキープできるかどうかが焦点になりそうですね。来年 ETF のステーキング要項追加から資金流入につながるのか注目ですね。あとその他の動向では、これも来年以降の動向、米国、英国、EU、それぞれ各国の税制の行方が注目されてまして、この税制によって仮想通貨市場への資金流入が増えるか減るかが決まりそうだということで、各所で様々な予測が出てます。先日、米国、また日本の相続税の件について少し触れましたけど、やっぱり注目されているのは、利益に対しての課税、このあたりが各国で緩和されるのかどうかというところですね。米国でトランプ政権がデジタル資産専用の税制とかを出すと、他の国も追随しそうですけども、来年以降も各国がどういうふうに動くのか、その後の進捗に注目ですね。あと国ごとの動きでは、ロシアがダゲスタン、チェチェンなどの10の地域でマイニングを禁止しています。期間は2031年3月15日までの6年間とされています。これは以前取り上げた電力消費を抑えるための措置として今回実施となっています。あと取引所関連ではコインベースインターナショナルの取引量が急増しているのが注目されています。ほぼ先物取引とされてますけども、週間取引量が1190億ドル超えとなってまして、1日平均では約200億ドルに到達していると。要因としては MICA 規制準拠による欧州市場への進出、オーストラリア市場への進出などが挙げられてますね。OI ランキングで見ると、バイナンスの数百分の1で41位くらいなんですけど、1日の取引量で見たら、バイナンスに匹敵するくらいの値になってます。あとは DMM ビットコインのハッキング事件の経緯が発表されて、海外でも話題になってます。発表されている内容を見ると、DMM ビットコインが銀行に資産管理を委託していて、北朝鮮のハッカーグループがリンクトインで銀行の社員にコンタクトを取ったと。ヘッドハンティングしたいみたいな文を送って、不正プログラムが仕込まれた URL を踏ませてアクセス権を取得して資金流出させたとのことです。で、現在海外で話題になっているのは、この銀行に資産管理を委託している国内取引所が他にもあるんじゃないかと。だからもしかしたらこの銀行の提携企業が危ないんじゃないかということで、一部で警戒されているようですね。私が引っかかったのもほぼ同じ手口なんで、人のことは何も言えないですけど、皆さんは十分注意してください。あとアルト関連では、先日北朝鮮のハッキングの懸念からハイパーリキッドから資金が抜けてるという件を取り上げましたけども、そこから一息ついて流出も収まってます。トークン価格もまた回復してますね。ここが天井と見る人とまだ伸びると見てる人で分かれてますけども、現在時価総額は23位ですね。こちらも年をまたいでもまだ伸びるのか注目ですね。あとその他リリース、資金調達関連では ESG 重視のチェーン、トゥルーが1000万ドル調達を発表しています。こちらの今後の展開にも注目ですね。今日はこのところですかね。何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。